この地球には我々の想像をはるかに超える凶暴な古生物たちが多く暮らしていた。例えば史上最大級の地上性の鳥に襲いかかる猛禽類だったり、バナナのよりも長い牙を持つ猛獣だったり、その種類は様々ということで、今回は古代のバーサーカーとも言うべき凶暴な古代生物たちをご紹介しよう。まずは史上最強の恐竜と呼び声が高いティラノサウルス。肉食恐竜唯一のフィジカル戦士としても知られている。最大で噛む力はおよそ6トンにも到達。しかも視力、聴覚、そして嗅覚にも優れていたティラノサウルスだが、実は一時期死肉を食べる動物、つまりスカベンジャーだったと言われていたのだ。だが当時生息していたエドモントサウルスの背骨につけられたティラノサウルスの歯型を見ると治りかけていたことが分かっている。これが死肉だったら治るはずもないだろう。同じ痕跡は当時最強の好敵手として知られているトリケラトプスのフリルからも見つかっている。おそらくフリルを噛まれた後、現代のサイのように突き上げて撃退したと言われているのだ。このことからスカベンジャー説は現在では否定されている。だが本当にヤバいのはここからだ。ヒューストン自然史博物館に所蔵されているワイレックスと呼ばれている標本。この個体の尻尾には大きな欠損が見られていた。諸説こそあるものの、この個体は仲間同士での闘争により尻尾をちぎられたことが致命傷となって倒されてしまったという説が有力だ。またそれ以外にもティラノサウルスの化石には同種により付けられたとみられる歯型が多く見られることから、腹ペコであれば同種でも躊躇なく襲った共食いと呼ばれている行動を行ったとみられている。実は動物界ではこういうことは珍しいことではないのだが、ティラノサウルスが恐竜の王者にふさわしい獰猛性を持っていたことが伺えるエピソードだろう。続いては翼海長 300cm にもなる大きな猛禽類、ハーストイーグルの異名を持つハルパゴルニスワシ。舌を噛みそうな名前なので言いづらい人はハーストイーグルと覚えてもらって無理はない。マオリの人々にプアカイと呼ばれ恐れられていたこちらの猛禽類、足には鋭い鍵爪があり、現代のオオギワシなどの比較からその威力は150キロ以上とされている。そしてこのハルパゴルニスワシ、その獲物は頭までの高さが350センチと鳥類としてはトップクラスと言われているジャイアントモアだったとされている。その大きさはなんとダチョウの2倍。この巨大な鳥を猛スピードで急降下して襲っていたのだ。想像しただけで身の毛がよだつことだろう。ちなみに現代のアフリカに生息している獰猛な鳥カンムリクマタカに非常に近い種類だったと考えられている。4000万年前の大海原を支配したこちらのシーサーペントのような生き物はバシロサウルス。ギリシャ語でトカゲを意味するサウルスがついているが、発見当時は爬虫類と思われた。しかし後にクジラの仲間であると判明した。はい、そこうな重何個分かなとか言わない。それはともかく、当時生息していた小型のクジラの仲間であるドルドンの頭蓋骨からバシロサウルスのものとされている歯型が見つかったのだ。このことからバシロサウルスは現代のシャチのように好戦的なハンターだったと考えられている。当時においてれっきとした食物連鎖の頂点だったのだ。新生代の海の獰猛なハンターといえばメガロドンも外せない。ジェイソン・ステイサム主演のサメ映画メグ・ザ・モンスターシリーズでも登場し、その獰猛性が遺憾なく発揮されているが、当チャンネルでは例によって我が推しているの霊草からネタとして扱われているのはここだけの話。そんなメガロドン、実は意外にも恐竜より後の時代を生きていた。そして何より大きいものではジンベエザメに匹敵する史上最大級のサメとして有名なのだ。その特徴は何といってもこの巨大な口。人間を食べようものならメガロドンにとってはパンを食べるのも同然、瞬時に噛み砕かれてしまうことだろう。その噛む力はなんと先ほどのティラノサウルスに匹敵するという意見も。そんなメガロドン、主な獲物はヒゲクジラの仲間だったと言われている。普段の泳ぐスピードはニシオンデンザメと同じくらいだったが、狩りをするときに限っては話は別。猛スピードで泳ぎ獲物に襲いかかったと考えられている。まだまだ謎が多いメガロドンだが、新生代の海を支配した獰猛ハンターであったことは間違いないだろう。生代の最後の時代であるベルム紀に生息した
団19類イノストランケビア。探求類と呼ばれる私たち哺乳類の遠い祖先にあたる生物だ。その最大の特徴は長さ12センチにもなるサブレ状の牙。これは DVD の直径とほぼ同じ長さだ。そしてイノストランケビアは動きも身軽だった。軽快なステップで獲物に襲いかかると分厚い装甲を貫く鋭い牙で噛みつき仕留めていたことだろう。史上最大規模の大量絶滅が起こるまでパンゲア大陸の覇者として君臨していたのだ。なお詳しいことは研究中だが、イノストランケビアの皮膚の表面にはくぼみがあったことから体毛、つまりライオンのようにたてがみがあった可能性も指摘されている。サーベルタイガーの中でも最大級の体格を持つスミロドン、最強姿などのメディアでは優遇されているが、忘れてはならないのはスミロドンは猫科で最もフィジカルに特化した動物だったということ。その証拠に走るのはあまり速くなかったとされているのだ。スミロドンが狙っていたのは主に巨大な哺乳類、例えばアフリカゾウよりも一回り大きな史上最大級のゾウの仲間インペリアルマンモスに、熊のような巨大な怠け者であるメガテリウム、強大な角を持つジャイアントバイソンなどが挙げられる。彼らを仕留めるためには強靭な前足で相手を押さえつけることが必須なのだ。そしてヒット&アウェイ打法で相手を弱体化させると、とどめを刺したのはバナナよりも長い鋭いサーブル状の牙。相手の急所である頭や喉を貫き失血死させることで宙狩りを達成していたのだ。もちろん最強図鑑ではいずれ優遇されるに越したことはないのだが、スミロドンをバカにするといろんな目で痛い目を見る恐れがあるので控えるように。7つの大罪に登場する暴飲暴食の悪魔にしてハエの王と呼ばれ、貪欲かつ残虐な性格であったと言われているのがベルゼブブ。そのベルゼブブに由来する名前を持つのが大型のカエルであるベルゼブフォだ。現代の大型のカエルも動くものなら虫やネズミまで何でも襲って食べる貪欲な性格が知られているが、ベルゼブフォも例に漏れず非常に貪欲だったと言われている。その大きさはなんと20センチ以上。当時においては子供の恐竜にとって厄介な相手だったことだろう。メディアでは悪魔のカエルと呼ばれることもあるぞ。続いては3億8200万年前の海に生息した古代魚ダンクルオステウス。頭部のみしか発見されておらず、その大きさは諸説あるものの、現在では4メートルから6メートル、つまりホホジロザメと同じくらいの大きさだったと考えられている。サメの仲間ではなく、頭部を分厚い装甲で覆われたバンピ類と呼ばれるタイプの魚類だ。そしてダンクルオステウスの最大の特徴はこの頑強な頭部と鋭い刃物のような牙のようなもの。これは頭骨の一部が変化したものなので歯というには無理があるが、そんなことはどうでもいい。ダンクルオステウスの噛む力はなんとイリエワニを上回ると言われ、この時代の生物としては最強クラス。レンガを噛み砕くことでできる強力な顎を持っていた。まさに当時におけるホホジロザメのような凶暴な魚だったと考えられている。現代でも謎多き場所として知られている深海ともなれば、8500万年前の深海なんてもっと分かっていないことが多い。ところがそんな深海で海類と良きライバルだったと思わしき意外な生き物がいたことが分かっている。 NHK スペシャルで今年9月に放送された恐竜超世界3を見た人ならある程度察したかもしれないね。そう、番組内でもメガプテリギウスに鮮やかな触手プレイをお見舞いしたこの生き物、太古の巨大イカであるハーボロテウディスだ。カラストンビの大きさが 63mm もあったことから、その大きさはダイオウイカに匹敵すると考えられている。ダイオウイカはそうではないのだが、現代でもアメリカオオアカイカなど大型なイカの仲間には国際的な種も知られている。しかもダイオウイカは特殊を投げ縄のように使い狩りをしていたと考えられているし、水深 1000m のミッドナイトゾーンと呼ばれる場所でも狩りができるように非常に大きな目を持っていた。ハーボロテウディスも似たような習性があったのかもしれないね。さらなる生態の鍵を握るのはやはり現代のダイオウイカだろう。今後の研究による解明が非常に楽しみだ。最後に紹介するのはティラノサウルスに匹敵する全長を誇るカルカロドントサウルス科の恐竜ギガノトスサウルスだ。南米アルゼンチンに呼ばれるパタゴニアと呼ばれる場所で化石が見
ギガノトサウルスが主に狙っていたと言われているのは、陸生動物で最も大きな体を持つアルゼンチノサウルスをはじめとした竜脚類。それなら自分よりも大きな獲物に襲いかかる獰猛性も合点はいくのだが、普通に狩ろうとすれば勝ち目はない。ではどうやって仕留めたのか。ギガノトサウルスの歯は非常に薄く、サメの歯に近いと言われている。この薄く相手を切り裂くのに向いた歯が恐竜山脈を倒す鍵となっていたようだ。というのもギガノトサウルスの鋭い歯は相手の皮膚を切り裂き、出血多量で仕留めるにはうってつけだったのだ。ティラノサウルスのように強力な顎で噛み砕く戦法もあったかもしれないが、ギガノトサウルスにとってはこのやり方が効果的だったようだ。何せギガノトサウルス、この大きな体にして身軽に動けたとも考えられている。しかも持久力もあったことから執念深くヒット&アウェイ打法で狩りをしていたことだろう。ちなみにこの手の話題でよく上がるのが、ティラノサウルスとどっちが強いのかという話だが、生息地も時代も異なる両者。ティラノサウルスが一見すると有利には見えるが、ここではどっちも強いということにしておこう。